皆さんこんにちは、ゆりこです。今日は私の誕生日前日に訪れた明治35年に開業以来伝統の技を誇る研ぎの専門店として地元民から愛されている福市伊助商店に皆さんをご案内したいと思います。17歳じゃなかった。27歳の自分の誕生日プレゼントに一生使えて日本文化に根付いたものを買いたかった。そしてふと今年は魚をさばけるようになりたいと思った。どうやら魚を切るためには大きく2つの包丁が必要だと言います。一つは魚をさばくための出刃包丁。刃が厚く頑丈で魚の骨を切るのに適した形をしている。そしてもう一つは刺身を切るための刺身包丁。刺身の切り口を美しく新鮮に保つためには一方向への引き切りであることが必要なため、刃渡りが長い形をしている。クリエイターとして新しい挑戦がしたいとき、どうしても金銭面で二の足を踏むことがある。でも普段応援してくれているフォロワーさんのおかげで今回包丁を買いに行くことができます。本当に感謝しかありません。まだまだ小さいアカウントだけど毎回視聴してくれるフォロワーさん、コメントしてくださるフォロワーさん、サンクスを送ってくださるフォロワーさん、本当にありがとうございます。さて、包丁を買う上でどこで買うべきか非常に悩みました。一番有名な調理道具屋さんはかっぱ橋商店街。でも刃物は定期的に研ぐ必要があるし、作った人の顔が見えるところで買いたい。せっかく鎌倉に歴史の長い刃物を扱うお店があるなら、地元のお店を応援する意味でも菊市さんで買おうと思った。正直ローカルな老舗のお店に入るときはいつも緊張する。そもそも若者や外国人が入って嫌な顔をしないだろうか、撮影を断られるのではないだろうか、そんな不安を抱きながら由比ヶ浜通りを歩く。由比ヶ浜通りは中世よりも前の時代から使われてきた古い街道で、今でも鎌倉を東から西へとつなぐ大事な通り。通り沿いには商店街があり、大正時代から昭和の初めにかけてこの辺りにあった別荘に住む人たちをお客さんとして
にぎわったそう。今でも地域に根ざした商店街として長く愛され続けています。この通りには六地蔵のような歴史的な場所や戦前に建てられた古い建物などが点在していて、どこか風格ある雰囲気があります。どのお店も親しみやすいサイズで、周りの自然も近くに感じられるような暖かくて落ち着いた街並みが広がっています。さて、菊市さんに到着しました。その研ぐものとかも含めて9万円ぐらいで考えてて、そのデバと柳は、はい、刺身用。そうするともうね、業務用の金額になっちゃうんですよね。そうですね、逆に。はいはい、だからまあ家庭でもちろんその値段出して一生使うっていうのもあるかもしれないけど、まあ、基本的に刃物って消耗品なので、はい、もう初めにはまあある程度の基本的なものを選んで、それを使っていくうちにもうちょっとそれよりいいものを選ぶか。なるほど、確かに。あとは最終的にはちょっとやっぱりさっき言ったように研ぎの状態が悪いと、はい、いくら高級な刃物を使ってもきちんと研がれてるものに対してもかなわないので、はい、やっぱどんだけきちんとメンテナンスをするっていうのがやっぱ重要になってきますよね。じゃあやっぱ最初はまあ、家庭用のから入って、慣れていったら、さらにそのいろんな材料がねまたね変わってくるんですね。青紙だとか本焼きだとかって和包丁の場合は、それによってやっぱ材料によって値段がもう倍以上それ以上って変わってくるんで、だからまあ基本的なものを使ってからでも遅くはないのかなと。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、そしたら。21センチくらいが私にはちょうどいいかもしれないですよね。家庭のね、台所のその使いやすさというと、やっぱこうやってお仕事できるものなんで、引いて切るものなんで、はい、まあもちろんご家庭で大きい家庭のところだったらいいですけど、そのまな板のサイズ、奥行き、これがあってあまり大きいやつを使うと、やっぱり、ね、ちょっと使いづらくなっちゃう。使いやすいサイズのが家庭だと21センチから24センチの柳刃なんかが使いやすいですね。やっぱまあスーパーで買ってきた。はい。とか魚屋さんで買ってきてる柵を切るのであれば、そのサイズがあればもう十分大丈夫ですね。21と24の違いはもう本当単純に長さだけで、はいはい、そうですね。材料的には同じ材料のものを使ってるので、その長さでよって金額が変わってくるわけですかね。そしたらこの21センチと小さい出刃包丁の方をお願いします。組み合わせはいいと思いますよ。はい。はい。ありがとうございます。ここにこのかな。あ、いやもう自分の。そうですか。でもちょっと海外向けに YouTube を作ってるんですけど、それで新しい挑戦として包丁を買って魚をさばきたいというところでちょっと皆さんからお金をいただいたので、できればその予算ぐらいの金額がいいなと思ってたんですけど、ちょっと鎌倉で一番古い。鎌倉ではそうですね。ここあと研ぎはね、はい、研ぎをちゃんとした商売っていうところは少ないと思うんですよね。販売はありますけどもね、はい、研ぎをメインにしながら品物を売るっていうところは鎌倉ではないと思いますね。浅草のかっぱ橋にも行こうかなと思ったんですけど、鎌倉に住んでるのでやっぱりお手入れとかを、もしもまたお願いさせていただきます。やっぱあちら行くと品物がカクッとお値段がやっぱ高くなりますね。
ぱりあれですか、場所のね、そういうやっぱり。私みたいに小規模でやってるところはそういうところちょっとコストダウンできますけど、やっぱああいうところはね、いい場所に行って、それでなんか外人さんなんかも店員さんに雇ったりしてるっていう話聞きますから、やっぱりそういう方たちの給料とかいろんな面でね、やっぱね、確かに。ここは海外の方も買われたりしますか？海外の方は多いですね。あ、多いんですね。包丁を買った後、お店の方が10分ほど研いでくれました。これは本場漬けといって使用目的にあった刃に研ぎ直すこと。もともと刃物は本場漬けをしていない状態で売られていたそうですが、時代の流れとともに刃物を研げない人が多くなっていき、メーカーや販売店で刀漬けした状態で刃物を販売するように変わっていったようです。日本の職人文化における本場漬けの技術は単なる包丁研ぎではありません。遡ること数百年、侍が刀を最も信頼する武器としていた時代から、日本では刃物の研ぎ方に大きな価値が置かれていました。本場漬けはこのような時代から発展し磨かれてきた技術。日本の本場漬けの職人は長い年月をかけてその技を習得します。彼らは師匠から弟子へと厳しい修練と経験を通じて知識と技術を伝えてきました。この継承されてきた技術は単に伝授するだけではなく、職人精神や哲学も同時に受け継がれるのです。これ使わないときは箱に入れした方が、はい、空気に触れないで錆びが出づらいので、はい、包丁だけを入れないで使い終わったらよく洗って魚の水分を取った状態で、はい、薄く油を塗って箱にしまってた方が先ほど言ったように錆の発生を抑えるので、はい、長持ちすると思いますよ。はい。骨抜きって使いますか？骨抜き例えば小魚とか開いた時に骨が残ってある時は、はい、こんにちは。こんにちは。あと骨抜き、はい、あとは魚で使うとしたらこういう鱗取りですね。はい。どっちもいただいても大丈夫ですか？使ってみますか？はい。これはね、大小あるけども、大の方が効率的ですか？そう大きさ、魚の大きさにもよるんですよね。大は小を兼ねるとは言いますけども、どっちの方がおすすめですか？お魚そうかな、じゃあ大きい方。じゃあ大きい方。はい。じゃあ骨抜きの。じゃあ骨抜き。そうですね、お願いします。こちらが1500円。じゃあこちらで、はい。39,900円ですね。はい。という感じで、無事に欲しかった包丁を手に入れることができました。はい、ありがとうございました。こちらが、はい、ありがとうございます。どうしてもさっき言ったように保管しても、やっぱこれ鱗が残っててそこから錆びが出たりだとかするんですよね。はい、そしたらね、これ一つサービスしておくんで、錆び取るこのゴムの砥石なんですよね。だから表面に出た錆びだとか、はい、汚れはこれで少しこすればきれいに取れるんで。ありがとうございます。使ってみて。あり
りがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございました。念願のマイナイフは嬉しすぎる。支援してくださったフォロワーさん、本当にありがとうございました。ちなみに包丁が安かった分、まな板や日用使いの包丁を新しく新調させてもらう予定です。夜からのツアーまで少し時間があるので、鎌倉駅の近くの喫茶店に向かいます。喫茶店の名前はユリアムペムペル。なんとなく呪文みたいに聞こえるこの名前は、宮沢賢治の詩に登場する架空の生命体ユリアとペムペルを組み合わせた名称。誕生日前日だったからか、自分の名前に似ているお店になんとなく惹かれてしまいました。おなり通りをウィンドウショッピングして、駅前の交差点を渡ればお店はすぐそこ。お店の看板が見えてきました。2階に上がっていきましょう。ぐるぐる登っていく螺旋階段、珍しいです。さあ、入店していきましょう。お店の方がメニューを持ってきてくれました。たくさんのメニューがあって迷います。こちらはクリームソーダ。プリンもティラミスも美味しそう。だけど今日は時間がそこまでないので、スイーツは諦めました。水を一口。おしぼりで手も拭いていきましょう。さあ、注文したユリアムペムペルクリームソーダ950円がやってきました。一口50円くらいでしょうか。ザクロの酸っぱい味がします。というか、アイスクリーム大きすぎませんか？テニスボールくらいあるかも。アイスも一口いってみます。おいしい。こうやって溶けたところを一生懸命スプーンですくっていますが、本当に大きいのでなかなかなくなりません。童心に戻ったような嬉しい気持ち。店内の内装がとても可愛らしいので、いつもと違う気分を感じるにはいいかも。カフェが2階にあるせいか、あまり人の目も気になりません。こうして誕生日前日の鎌倉での一日が終わりますが、
いつも応援本当にありがとうございます。今日は完全に私の Vlog になってしまいましたが、また鎌倉で見つけた面白い場所に皆さんをお連れしたいと思います。今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。